厳しい状況が未だ続いている福島第一原子力発電所ですが、今日もまた日本ビジュアルジャーナリスト協会のお二方にお話を聞きたいと思います。今日お越しいただいたのはジャーナリストの綿井武春さん、そして山本宗介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。13日の日に、福島原子力発電所の、付近まで取材に入られたということなんですけれども、地震が起きた当時にその原子力発電所の建屋の中で作業されていた方と取材をされたということで、そのお話を聞きたいと思います。まず取材の経緯を教えていただけますか。そうですね、僕と、JVJ のですね、もう一人野田君と2人で、12日に、夜までになんとかその田村市までたどり着いてですね、はい、でその田村市っていうのが、福島第一原発から約40キロのところなんですけど、はい、そこにですね大熊町からの避難民の人たちが、たくさん収容されていまして、で夜そこに行ってですね避難民の人の、声を聞こうと思って、でそういう中で、偶然なんですけど、この結構若いですね、作業員の人と出会いまして、で彼が割合フランクにですね話してくれたんですよ。それが一つきっかけで、その後ですね、結局取材をその周辺で取材をしている中で3度彼に、これも偶然の重なりでですね会うんですよ。たまたま取材をしている間に3回同じ方と会ったと。でそういうところがあって、不思議と彼がですね、僕らの取材に打ち解けてくれましてね、でそういう中でもう少し詳しい話を収録することができたということなんですよ。その後綿井さんも一緒に取材に合流されまして、インタビューをされた時の状況というか、当時どのような様子だったのかっていうのはいかがですか。ご本人はですねやはり名前や特定されることはちょっと避けたいということで、条件としては顔を出すことはできないと。で後ろ姿からの撮影だったら OK だと。それから声もですね変えてほしいと、放送の時には変えてほしいということだったんですが、今日仮にちょっとお匿名でT さんと呼ばせていただきますが、T さんのプロフィールですね、公開できる範囲のプロフィールでいきますと、 T さんは現在27歳で、高校卒業してからずっと、第一原子力発電所で働いてこられまして、主にメンテナンスですね、計器類のメンテナンス作業を担当されていると。で原子力発電所がある大熊町の出身でいらっしゃって、ずっと毎日第一原子力発電所で働いていらっしゃって、地震が発生当時も第1号機から第3号機までの間のどこかの建屋にいらっしゃったということですが、どこの号機にいたかということはちょっと、勘弁してほしいということでしたので、この後映像で、彼の話が出てきますので、どちらかといいますと彼の思いといいますかね、あんまり情報的な今テレビで出てくる解説的な情報的なことではなく、彼が今何を考えているか、あるいは当時何を思っていたかとか、そういったことを聞いていただければというふうに思っております。わかりました。1号機から3号機、動いていて緊急停止したと言われ、その3つのうちのいずれかのその建屋の中にいらして、普段はメンテナンスの仕事という方の、27歳の方なんですけれども、二方が取材されてきたそのインタビューをですね見ていただきたいと思います。その T さんに話を聞けたのは3月の16日です。田村市内にある避難所があるところの駐車場で、車の中で話を聞きました。事故の発生した時はそこに現場にいたんですか。はい、建物の中で、作業をしておりました。どんな作業やってたんですか。メンテナンス作業ですね。すごい揺れました。現場に行った時には。はい、地震が起こった時は中で緩い横揺れが続きまして、その後に、縦揺れが来まして、かなり大きな地震だということが分かりました。かなり大きな地震でしたので命の危険を感じて、そのうち、照明が消えましたので、
慌てて建屋の外に出てきました。はあはあ。それは誰かの指示で自分で自主的に？自主的にですね。で他の労働者も一緒に逃げました。一緒に。はい。で建屋の外に出た。はい、建屋の、入り口まで来たんですが、そこのところで人がいっぱいだったためなかなか出ることができず、3分ぐらいしてようやく出ることができました。はあ、入り口に殺到したから。そうですね。出口に殺到したからね。はい。でその時には何人ぐらい外にいました？避難した人。建物の外に出ると、およそ、400人程度だと思われる人がすでに避難してそれぞれの事務所に向かっておりました。それがどうなったんですか？その後、事務所に集合しまして、各自解散となりました。解散になったの？はい。自宅に帰ってきた？そうですね。どんな気持ちでした？果たして自宅は無事だろうか、道路状況はどんな風になっているだろうか、そういったことが心配でした。原発がどうなっちゃうんだろうっていう心配はどうでした？その時点では、安全に停止すると思っておりましたので、そこまでの心配はしておりませんでした。緊急冷却装置がもうちゃんと働くだろうというふうなことを思ってたわけね。そうですね。そうして結果的にはそれが働かなかったということは、そういうのが分かったと。そうですね。原子炉が、無事に止まったことがまで確認して、そこで一安心はしたんですが、その後冷却装置が働いてないというニュースを知り、果たしてこれからどんな風になってしまうんだろうと思いました。今どんな気持ちです？発電所の、事象が、刻々と変わる中、そういった事象が、終焉することを、無事に終わることを、祈りつつ、自分にいつ連絡が来るかと、それをただ待っている状態です。でも連絡が来たら行きます？私は現場に向かいます。自分が大量の被爆をしてしまうっていうことを。はい、その可能性も十分あり得ます。それは覚悟して？はい。どうしてそこまで決意してる？自分が働いていた原子力発電所がこのような状態になってしまったため、自分が地元の人たちに安全な、また再び住める町を取り戻すために、これ以上深刻な事態にしたくはないと思っているからです。何も可能性がそれでも、不可能っていう場合も考えられるでしょう。はい。ただもし呼び出されたら、自分ができることの最善を尽くして頑張りたいとは思っております。もう覚悟してる？はい。家族は何て言ってますか？できれば言ってほしくはないとは言っております。こういうずっと原発は安全だっていう宣伝をね続けてきたでしょ、政府やあるいは電力会社の人たちがね。新聞のこう見開きで1ページ全面広告打ったりなんかもずっとやってきたりして、どうですか、その今の時点でそういうことをやってきたっていうことについて。原子力が安全だ、安心だと言った以上、今回のような事象が起こってしまったからには、東京電力と政府はその責任を取って、この事象を絶対に、止めなくてはいけないと思っております。でもそういうことを命令する人たちは東京の安全なところにいるよね。はい。で自分たちが犠牲になるって、いうこ
ことについてははい、どうですか？当然最前線にいる人たちからすれば、後方で指揮を執っている人たちに対して、そういった感情が起きるのは当然だと思いますが、ちょっとこの質問は、ですね。高校卒業して原子力発電所に就職されたわけですよね。はい。なんでその原子力発電所で働いてみようと思われたんでしょうか？地元に根付いた企業だったからです。こう社会のためとかなんか役に立つというか、原子力のエネルギーの、未来とか可能性みたいなものを当時信じてましたでしょうか？そうですね。はい、特に、首都にである東京に対しての送電はこの地区での電力がかなりの割合を賄っておりますので、首都の、安定した電力供給に、自分の力を、使って協力したいという気持ちは少なからずありました。なんか自分たちがこれまで間違ったことをやってきたんじゃないかとか、あるいは、上の会社幹部から騙されたとかですね、そういった思いは今はありますか？はい、確かに、どんどん点検の時期は、工期は短くなったり、そういった、不満はありましたが、果たしてそれが今回の事象にどういった影響にあったかっていうのは、まだ分からないと思います。これからその原因究明を長い時間をかけて行うのが東京電力と政府の地元住人に対しての務めではないでしょうか。まだ結婚されてないんですよね。はい、独身です。で、もし結婚されてお子さんを作った時の何か心配とかそういうことは考えてないんですか？はい、これからもし発電所の中に、呼び戻されたとして、そういった作業において、何らかの影響が出るかもしれないということは、それは考えております。ただ、そういったことを恐れずに、命を投げ出してでも、作業に従事することが今まで原子力発電所で作業してきたものとしての務めだとは思っております。今の時点でこういう作業をやらざるを得なくさせたものへ対するなんか怒りみたいのはありますか？はい、今までこういった事象を完全に想定してこなかったという、行政に対して多少なりとも苛立ちに近いものを覚えているのは確かです。それと、このような未曾有の災害に対しての怒り、それと、大きな津波を想定してこなかった原子力発電所の設計そのものに対しても多少なりとも苛立ちがないというのは嘘ではないかもしれません。地元の人たちは、この事故が起きる前までの時点でやっぱりこういう原発のこととかっていうのは、誇りに思ってるというか、反対する人っていうのはどうなんですかね、割合としては少ない方なんですか？割合としてはほとんどいなかったですね。そういう人は住めないよね。いないですね、ほとんど。あって当たり前の土地だったので。そういう言いづらいというか、批判とか排除されるとか、そういうことではないんですか？そうですね。もう発電所っていうのはそこにあって当たり前のものっていう、ないのは考えられないっていう、昔はいたのかもしれませんが、そういった人はおそらく引っ越しをしたり、そういったことも考えられます。
住民の人たちはこれ放射能とか放射線のこう数値の割合とか今どれくらい自分が被爆してるかとか今体育館の中でみんな心配していますか？不安がってはいますが、具体的な数字とかの、についての知識は持ち合わせていないため、果たしてニュース等でやってる数値が危ないものなのか、どうなのか、そういったものは自分では判断できてないと思われます。それはでもちょっと恐ろしいことっていうか、それでいいんですかね。そうですね。そのために、政府や報道はあるべきもの、そのままの報道を、しかも分かりやすく、いかに早く伝えるかってことが求められると思います。はい、なんともちょっと胸が詰まるような話だし、中にはその彼は、東京のねこの電力を担っている誇りがあったっていうお話を聞いて、使ってる我々ですので、こういった現場の人たちが、現場の中で非常に今使命感を持って、呼ばれるのでも出ていくというふうにおっしゃってるんですけど、山本さんこのお話を詳しく聞かれてですね、もうそういったことをお聞きしたいんですけど。率直なところ彼の3度会って話を聞いてるとすごく辛いですね。これほど真剣に考えて使命感と信念でね、原発の作業員で働いてきた人の声を聞いてると今起きている事態がすごく辛いですね。で要するにT さんのような原発の作業員労働者がですね、結局国と電力会社がずっと推進してきた原発政策の犠牲者になりかねない事態にあるわけですよ。だからそれをどう止めたらいいのかっていうことをやっぱり今考えなきゃいけないことだと思うし、その中で彼が私に話したことで、これまで原発に関する報道はタブーだったと。ですからテレビ新聞ではほとんど現場の声が拾われることがない、そういう報道があったということですから、この機会にですね、現場で働いている者の声をしっかり、出してほしいという気持ちがすごく強いのを感じたんですね。ですから彼はそういう意味で本当に自分が特定されてしまったらクビになりかねない状況にあるんだけれども、僕らに積極的に話をしてくれたわけですよ。だからそういう意味で僕が個人的に思うのは、やっぱり全ての原子力発電所の安全性を見直して、でもう代替エネルギーをしっかり考えてやるっていうことが、こういう犠牲者をですね、作り出さないことにつながっていくと思うんですよね。綿井さんは、このお話を聞かれて、まだ若い27歳の方ですけども、何を感じられました？いわゆるこれまでずっと第一線でね、計器類の、末端を作業をしてきた方ですけど、ある意味最前線でずっといて、で彼は今つまり避難所にいますから、つまり同僚の人たちっていうのは結局多くの人たちがまだ原発の中で働いてたりいますので、非常に複雑な心境だと思うんですね。で、彼の結構はっきりしたこの口調っていうか信念がですね、逆にちょっと痛々しく、僕らが痛々しくて、彼自身、これからどういう行動を取るか、あるいはどういう命令指令が来るか分かりませんけれども、本当に原子力行政のこの犠牲者ですよね。ある種国家犠牲と言ってもいいと思うんですけど、こういった人たちがこれまでやってきた仕事、そしてこれから彼がやらなければならないことというのはですね、もう本当に膨大で、なおかつものすごい危険を伴うので、
この危険なこの作業というのを一体誰が担うのか、今ちょっとメディアでその英雄的なねこう物語っていうか、そういった扱いになってしまうのも、私はちょっと危惧もしてるんですが、なんとか今経済産業省とか東京電力の記者会見で出てくるああいった情報の方ももちろん大事なんですけど、もう少しちょっと人間の肉声とかですね、声、原子力発電所の中で本当にどういった人たちがどんな作業をしているのかということをやはりもうちょっとちゃんと知りたいというふうに思いますね。わかりました。今日はどうもありがとうございました。